こんにちは、宇佐井正宗です。今回は先月投稿されたジュビデカアイランドのノコノコレースタス、これの後半パートを解説します。まずは動画の確認からです。これから流す動画、これは概要欄に URL を貼っておきます。ということで流していきます。最初、チビ島からスタートします。で、土管に入ります。で、ここからが後半パートになります。後半パート最初はケツをやります。で、ノコノコに話しかけると。ここからレース開始です。で、これ速度が残ってるんで、こんな感じでぶっ飛んでゴールします。ゴールタイムが 2.37 秒になっております。で、ゴールし終わった後は、このびっくり箱のある方に来て、ちょっと待ちます。で、最後、またケツをやって、話しかけておしまいと。こんな流れになっております。はい。で、2012年の120枚タスを見たことある方だと、あれあんまり変わってなくないって思ったかもしれないんですよ。でも、タイムで比較すると結構差があるんですよ。120枚タスは 42.23 秒でした。で、今回のこの新しいスタッツが 41.17 っていうことで、約1秒の差があります。この差がですね、主に後半のパートからできてる差なので、今回は後半パートに注目しましょうっていう感じですね。はい。で、今回ですね、3つ驚いてほしいポイントを用意してきました。なんですけど、先に1点だけ断っておきたいことがあります。それはですね、このパート1、この動画ではですね、この3つのうち、その1と3を話して、その2はカットするよっていう話です。これはですね、ちょっと深い話があって、実際にその1から3までをフルで通しで解説して録画したんですよ。で、それ見返してみたら、その2の部分が、結構分かりづらかったんですね。で、これ理由があって、その2の部分が、結構深くまで解説してるんですよ。そのせいもあって、今どこの話してるんだろうって結構見失いやすいような感じになっちゃってたんですね。ということで、もう少し情報を減らして分かりやすくしようかなって思ったんで、今回はそこは割愛するって感じですね。もう完全に個人的な理由ですけど、はい。ということで話は戻りまして、ここからはですね、じゃあその1と3、ここをそれぞれ解説していきます。まずその1ですね。サブタイトルはサイド BLJ を使った速度保存です。まず確認してもらいたいのが、土管を出てからノコノコに話しかけるまで、このパートですね。ここです。ここではですね、120枚足すと見た目的やり方自体は変わらないんですけど、ここの段差を利用して、サイド BLJ、ケツですね。ケツをやって、で、ノコノコに話しかけています。で、ここで、素人質問としてありそうなのが、土管からそのまま話しかけに行った方が早いんじゃないのっていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。つまり、ここですね。今土管出て、ここからまっすぐノコノコに向かった方が早いんじゃないのっていう質問ですね。で、答えとしては、その通りなんですよ。で、タイムで言うと、このケツを使うやり方、これは土管を出てから話しかけるまでに7秒かかります。ちょうど。一方で、そのまま話しかけに行く場合は、だいたい6秒ぴったりぐらいで話しかけられます。つまり、ケツのやり方って話しかけまでだと1秒遅いんですよ。じゃあなんでケツ使うのって話ですよね。で、その理由が、この速度を保存する。で、それによって、めちゃくちゃ早くゴールできるルートが使えるからですね。これは見て分かったとは思いますけど、はい。もう少し詳しく説明します。これはマリオ64の仕様ですね。仕様の問題で、アニマル、今回で言うとノコノコですけど、アニマルに話しかけるときに、この話しかける直前の速度が残ったままになるっていう仕様があります。なので、今回のように、ケツで速度を貯めたりして、こうやって話しかけると、高い速度がこうやって残ったままになるんですね。だから、レース開始直後に、
ぶっ飛べるっていう。で、結局ゴール 2.37 秒ですね。で、ゴールできるっていう感じになってます。はい。で、今の話聞くと、もう一つ素人質問として出そうなのが、マリオのゴールタイムに関係なく、ノコノコって同じタイムでゴールするんじゃないのっていうのがあるかなって思うんですよ。で、これは答えとしては間違ってます。乱数とかそういう要素を一回無視して考えると、マリオが早くゴールした方がノコノコも早く来るんですよ、ゴールに。ここもまたもう少し詳しく話します。ここもまた仕様の話ですね。今度はノコノコの仕様です。マリオがゴールした後、ノコノコの足が速くなるっていう仕様があります。今回で言いますと、2.37 秒でゴールしてますけど、この 2.37 でゴールした時からノコノコの足が速くなっております。で、ノコノコの足が速くなるっていうことは、ゴールに来るのも速くなるので、最終的にスターを取るタイムも速くなります。で、どれだけ速くなるのっていうと、話しかけの時に1秒ロスしてるよって話したと思います。で、それを上回るぐらい、要は1秒上回るぐらい短縮できるから、だからこのケツのルートっていうのを使ってるんですね。ということで、その1は多くの方が分かってた話かなと思いますけど、こんな感じになります。続いて、その2、サブタイトルだけ紹介します。レースの最適解があまりにも複雑すぎるっていうサブタイトルです。ここが本当はメインディッシュですね。ボリュームが結構あるところでなんですけど、冒頭で話した通り、ここはちょっと今回は割愛させてください。ということで、パート2をお楽しみにっていう感じですね。ということで、もういきなり最後、その3いきます。その3、サイト BLJ で1500ユニットの法則の発動を回避でタイトルをつけました。ここはですね、この最後のゴールした後の最後のパートの話です。橋のところでまたこの段差を利用して、これですね、段差を利用してサイド BLJ っていうのをやってるんですけど、人によってはですね、これ見せプレイなんじゃないってタスなんでね、思ったかもしれないんですけど、これはタイム短縮のためにやってます。この意味を説明します。まずノコノコなんですけど、ノコノコにはですね、1500ユニットの法則、これは私が今適当につけましたその仕様がありますで、これ前回のボム兵の戦場の100枚ノコノコレースのタスを解説した時にも話した話です。一応解説しますと、マリオがゴールした後ですね。マリオゴールした後の話なんですけど、マリオとノコノコの距離、これが1500ユニット以内に入ると、その1500ユニットの間だけノコノコが減速するっていう仕様になっております。で、今回もその法則があるので、この1500ユニット以内に入るのをギリギリまで避けてるんですよ。で、これだけだとちょっと前回と変わんないじゃんって思うかもしれないんですけど、前回との明確な違いが一つあります。それは、このチビデカのこちらの方では、ノコノコがこれ止まるまで、この1500ユニットの法則っていうのが発動圏内であるってところです。ここも説明します。まずですね、ボム兵の戦場では、画像をお見せしますと、これですね。ボム兵の戦場では、説明しなかったんですけど、この山の頂あたりにあるハート、ここら辺を超えると、ノコノコが超えると、ノコノコの速度が固定っていうか、固定ですね。固定になるんですよ。つまり、1500ユニットのもう関係なくなるんですよ。だから、なんて言うんだろう、このハートを超えれば、もうマリオとノコノコの距離はもう何も考えなくてよかったんですよ。で、一方で、今回のチビデカ、こちらは、このノコノコが実際止まるまで、ここですね。ここまで1500ユニットの法則っていうのが続いています。だから、1フレームでも多く1500ユニット以上を保った方がいい。で、その方法として出てくるのが、今回のケツなんですね。で、ケツだと素早く移動できるので、
このギリギリまで1500ニット以上のところに入れるんですよ。で、そこから移動しても、これはもちろん話しかけのところとか、スタートるところでロスっちゃいけないんですけど、ロスらずにいけるんですね。だからケツを使ってるっていう感じですね。で、ちょっと速度感がわからないと思うんで、一応その補足として速度の感覚っていうのを話しておきます。マリオが普通に走ってる時は、速度が31とか32っていうぐらいです。で、ここのケツはどれぐらいかっていうと、この細い橋の終端、ここら辺で、マイナスで言うと、マイナス100とかを超えてます。はい、で、最後のこの話しかけのところ、ここですね。この止まるところで、このタスではマイナス 83.9 っていう速度になってました。なんで、全然走るときよりも全然速いっていうのがわかるかなって思います。で、一応ここですね。適当にケツをやってるわけじゃないっていう細かい話もあるんですよ。それは何かっていうと、これですね、ケツの速度つけすぎると、それもダメなんですよ。で、それには理由があって、マリオ64って、マイナスの速度がつきすぎると、このジャンプですね、ジャンプも低くなるんですよ。だから、マイナスつけすぎたとしたら、ここのジャンプですね。ここのジャンプが低くなっちゃうから、このスターを取るここのヒップで、このクルリンってこの状態が長く続いちゃってロスになるんですよ。ということで、あんま速度をつけすぎないってところも意識してこのタスは作っているっていう話を見ました。はい。ということで、今回の解説は以上になります。で、最後、終わりにということで、今回は前菜とデザートみたいな、そんな立ち位置の話をしました。で、パート2でですね、その2の部分、本命の話をいたしますので、もしよろしければ、そちらをご視聴ください。そちらもご視聴ください。っていうか、そっちの方が見てほしいところかなって思います。本当よく考えられているのがその2なんで、はい。ということで、パート1は以上になります。ご視聴ありがとうございました。